Hello，皆さん。今回はドイツで暮らす我が家の1週間のランチをお届けします。じゃあまず月曜日から。月曜日は肉料理。ドイツの食というと皆さんは何を想像しますか？じゃがいもやソーセージを想像する方もきっと多いですよね。この日も早速じゃがいも、そしてドスンと 776g の豚肉です。ドイツ料理のレシピはマークに教えてもらったり、マークママに実家のレシピを見せてもらって覚えました。ちなみにこの日の献立もそうですが、ドイツ料理は日本のような寿司、ラーメン、もつ鍋といった名前のある料理はそれほど多くはないように思います。なので献立の名前もただ材料を並べただけのものになることが多いです。肉を焼いていきます。カスラーラクスという豚肉です。全面を焼き終えたらひたひたになるまで水を入れます。最初の頃はここにニンニクや玉ねぎも入れていたのですが、なしでもほとんど変わりがなかったので、今はかなりシンプルなやり方で調理しています。オーブンを180度に温めてしばらく待ちます。でもこの鍋かなり重いのでマークさんにお願い。ちなみに私たちはドイツ生活が長いわけではないので、日々驚いたり発見したり、まだまだ学びだらけです。なのでドイツで暮らす日独夫婦はこうではなく、中にはこんな家庭もあるよという程度にゆるっと見ていただければと思います。ここでクイズ。私たちの今週のランチには何回じゃがいもが登場するでしょう？ヒントは、今週のランチはマークが子供の頃によく食べていたメニューです。答えは日曜日でわかるので、ぜひ動画を見ながら想像してみてください。じゃがいもは毎回皮むきがめんどくさいんですけどね。クノールの粉から作るソースを使います。10分後くらいからグリーンピースと人参を煮込み始めます。缶の中の水ごと。ソースも温めていきます。じゃがいもができているかナイフで確認。フォークで確認をすると、普通ナイフでしょうとマークに文句を言われるのですが、正直このナイフものすごく切れ味がいいのでよくわかりません。これもまた文化の違いというやつでしょうかね。ということでお肉もできたので、マーク先生をお呼びしました。この料理はレストランでも食べられますが、よく考えるとそんなにしょっちゅうメニュー内にあるものでもない気がします。まあ私たちも旅行中以外はほとんど外食しないんですけどね。高いですし。お肉を切って盛り付けたら完成。ということで月曜日の献立はKassler mit Kartoffeln und Erbsen und Möhren。今日は日本人が想像しているであろうドイツ料理を作っていきます。まずはこのザワークラウトを温めるのと、このじゃがいもを使ってマッシュポテトを作るのと、ソーセージを使ってブラッドブルストを作っていきます。さすがにネット丸ごとは量が多いので、この日は5個だけ使うことにしました。大きめのじゃがいもだけ。
さっと軽くじゃがいもを水洗いして料理スタート。じゃがいもの種類は作る料理やその週の献立によって選んでいます。月曜日も使っていましたが、ピーラーはこれ。日本でよく使われているような形もあるのですが、こっちの方が個人的には皮が剥きやすくて気に入っています。マークはいつもナイフで皮剥いてますけどね。鍋でお湯を沸かしている間にじゃがいもを切ります。ここから熱湯の鍋で20分。その間にザワークラウトを鍋に移して15分弱火で温めます。これは私のお気に入りのビットブーガーというメーカーのグレープフルーツ風味のノンアルコールのビールです。ブラートブルストを食べるのでビールが飲みたいですが、今日は平日でお酒が飲めないのでこちらを飲みます。で、ソーセージの登場。全面をしっかり焼かないとダメだとマークがいつもうるさいので緊張。匂いを嗅ぎつけて部屋から出てきたマークが私の背後からソーセージを監視しています。まずはマークから一つ目の指摘。ソーセージをフライパンに立てかけたいのですが、うまくできずに奮闘していると、結局マークにフライパンの主導権を奪われました。これがドイツ人流のソーセージの焼き方だそうです。焼きづらい部分はフライパンに立てかけてソーセージを寄せて焼く。屋台でもそうしてますよね。とその間にじゃがいもを茹で終えたので潰していきます。いつもはマークの実家と同じやり方でこの器具を使ってマッシュポテトを作っているのですが、これの方が早いかもよとマークと話して初めてこっちを使うことにしました。その後も潰して牛乳を入れて潰して牛乳を入れての繰り返し。ナツメグも少々。確かに短時間で全体を潰せるけど、よく見るとあちこち塊があって完全には潰せないので、粗めなマッシュポテトが好きな人にはいいですかね。結局実際に食べてみて、マークの実家のやり方で作った時の方が私たちには合っていたので、次回からはやり方を戻すことにしました。ちなみに瓶の飲み物はセットの状態で店頭に置かれていることが多いですが、紙を破いて1本から購入することも可能です。日本では普通セット販売なので、初めてドイツに来た時は驚きました。ソーセージもいい感じ。ということで火曜日の献立は Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. 週の半ば、水曜日の献立は旅動画でもおなじみのグーラッシュ。これはドイツ料理ではなくハンガリー料理。パプリカパウダーと唐辛子を使ってたっぷり辛さを加えます。まずは具材を全部切っていきます。ご存知の方も多いかもしれませんが、ニンニクは下の部分を切ってからラップをして電子レンジで温めると皮がスルッとむけて気持ちがいいですよ。きちんと温まっている方が失敗がないので、私は長めの3分。その間にできるだけ他の具材を切り終えます。
普段は2日分作って1日目はクヌーデルと2日目はパスタと一緒に食べています。でも今回は1日分だけなので、玉ねぎは2個、ニンニクは1個、唐辛子は2個だけと、そこでニンニクを温め終えたので皮を剥きます。少ししか力を入れていないのにこの通り。この後もささっと切り終えたらすべての具材を焼いていきます。ガーリックプレスでニンニクも潰していきます。先ほど少し長めに電子レンジで温めたので柔らかくて簡単にプレスができます。マークの実家では各具材をまずフライパンで焼いてから鍋に移すそうですが、私はズボラなので鍋だけで済ませています。ここにトマトソースとトマトソースの入れ物1杯分の水を入れて30分ほど煮込みます。ここからはクヌーデルのお時間。私たちが家で食べる時の通常のサイズはこれくらい。レストランやマークのお姉さんファミリーの家で食べる時はこれくらい。で、この日はマークさんが一口サイズのやつが食べたいというので、より小さめのクヌーデルを作りました。レストランでもたまに小さいのが出てくるそうですが、私はまだ大きいサイズのクヌーデルにしか出会ったことがありません。多分小さければ小さいほど丸めるのに時間がかかるからですかね。しばらく一人で丸めているとマークが水を取りに来たのでちょっと質問。クヌーデルって普通さ、ゼロから家で作るものじゃない？よく日本に住んでる時作ってって言ったね。マークにクヌーデル食べた方がいいって言われて、クヌーデルって何？お団子みたいなやつ？って言われて、全然想像できない。ヌーデルじゃんってクヌーデル？とマークに言い直しをして聞いて、そう、じゃあ作ってみようって材料わかんないまま、お団子っぽいものを作ると言ってやり始めた。で、マーク、そこにシナモンも入れてと言って、シナモン？入ってるかもしれないと言われた。ナツメグかな言われて、全然想像できないなと思って、とりあえずお団子作って、なんとなくそれっぽいものが出来上がった記憶がある。もうかれこれ6年以上前のことですが、国際カップルであればお互いの母国の料理を知っておくというのは、結婚した後の食生活もなんとなく想像ができるので、意外と重要かもしれませんね。そして完成したクヌーデルは全部で25個。この後20分茹でますが、普段中サイズでクヌーデルを作っている理由は、大きなサイズの時よりも最後水切りをする時により短時間で水分が抜けて水っぽさが減るように感じるからです。あとは単純に食べやすいという個人的な好みですかね。今回気づいたのは、小さいサイズは茹でるのが短時間で済みますが、水を切るときは他のクヌーデルにくっついて結構型崩れがしやすいですね。結果やはり我が家は中サイズがベスト。ということで、水曜日の献立は Gulasch mit Knödeln. 木曜日は早速オーブンを始動。今日はじゃがいもいないなぁと思ったあなた、いるんですよ。じゃがいも形を変えて。このクロケッテンという食べ物はコロッケのようなもの。面倒なのでいつも冷凍を使っています。普段はお花、太陽みたいな形のクロケッテンを使っていますが、スタンダードな形は今回の動画のものだとマークが言うので、今回は普段とは違う種類のものを用意しました。
とはクロケッテンの代わりにパスタにすることもありますよ。でもやはりドイツ料理を作るとなると圧倒的にじゃがいも率が高くなりますね。マークにとってはじゃがいもはじゃがいもでも種類が豊富だし作り方も様々でしょというのですが、さすがに米の代わりという気持ちにはなかなかなれないんですよね。1週間毎日米なしじゃがいも生活を想像してみてください。結構飽きますよ。形は違えどじゃがいもはじゃがいもなんでね、やっぱり飽きが来るんですよ。ドイツ料理1週間からの肉じゃが、日本版カレーとかでじゃがいもが入っている程度ならいいですが、日々主食として食べるのは日本人にとってはきついかもしれませんね。これはメダルのような見た目なのでシュバイネメダル4ズ、直訳すると豚肉のメダル。見ての通りシンプルかつ短時間でできる料理なので、我が家では割と食べる機会が多いです。ソースはこの日もクノール。クロケッテンの中身はじゃがいもだけ。ということで木曜日の献立は Schweinemedaillons mit Kroketten in Champignonsauce. 金曜日というとカレーを思い浮かべる人も多いかもしれません。ドイツではこれは魚になります。なぜかというと、キリスト教徒の多いドイツではキリスト教徒の人たちは金曜日には贅沢な食事を避けて魚を食べるという習慣があるからだそうです。もちろんこれは誰しもそうであるという話ではないですが、一部の地域の人たちやキリスト教徒の人たちはそうしているそうです。マークも実はもともとキリスト教徒だったので、子供の頃に魚を金曜日に食べるという習慣があったそうです。私たちの家庭では魚を食べる頻度はそれほど多くはないですが、食べるとしたら金曜日になることが多いですね。日本では左の粗めのパン粉を使うことの方が多いですが、この日もドイツ料理なので右のパン粉を使います。小麦粉はこれ。私が子供の頃は金曜日に給食でカレーが出ることが多くて、帰宅したら家もカレーなんてことがあったのですが、全国的にそうなんですかね。金曜日はこれでしょってものがあればぜひコメントで教えてください。あとマークの実家レシピのカレーがものすごく変わっていて面白いので、また今度紹介させてください。ちなみにさっき話したマークは元キリスト教徒だったという話ですが、もともとおばあさんが熱心なキリスト教徒で、一応家族もキリスト教に入っていただけだそうです。最近になってキリスト教を抜けたのですが、実はキリスト教にはキリスト教の税金、キアヒェンシュトイヤーというものがあるんですよ。地域によって税率が異なるらしいのですが、8から 9% くらいの税率が所得税から引かれているんだそうです。所得税からなのであまり家庭への影響はないかなとは思うのですが、マークも詳しいことはわからないんだそう。この日もじゃがいもは熱湯で20分。でも他の日とは違ってドイツ文化ならではの食べ方をしますよ。ドレッシングは粉を使います。大さじ3杯のオイルと3杯の水と書かれていますが、茹でた後の豆の水分で水っぽくなるので水は入れずオイルだけ。豆は熱湯で10分。じゃがいももチェックチェック。すべての電源をオフにしたら一気に仕上げ。私はこの豆が大好物。おやつ代わりにもなります。魚にはこちらのレモラーデを使います。
タルタルソースに似た味のソースです。今日の主役は魚ですが、この道具を使ってじゃがいもを食べるのもドイツの食文化ならでは。これでじゃがいもを刺して一つずつナイフで皮を剥きながら食べます。茹でる前に皮剥けばよくないって思いますよね。でもこうして皮を剥きながら食べること自体が重要なんだそうです。こうすることで食事の時間が長くなるため、家族の会話が増えるというわけですね。もちろん子供の分はナイフが危ないので親が剥きます。マーク曰く、最近ではこれをしている家庭もそれほど多くはないかもしれないとのことですが、我が家では私がすべてのじゃがいもの皮むきをしなくて済むので、月に何度かはこのようにして食べています。仲良くじゃがいもの皮むき。ということで、金曜日の献立は Backfisch mit Pellkartoffeln und Bohnensalat. 今日の材料は卵とじゃがいもだけど、主役はこの冷凍のクリーム入りのほうれん草。この日でじゃがいもは6日目。基本的に主食はじゃがいも、玄米、パスタ、パンになりますが、ランチでパンはほとんど食べません。また私たちの場合、ビタミンが不足しがちなので、サプリで栄養を補いつつ、サラダを食べたいときは一気に食べきれないので、3日間くらいに分けて摂取しています。毎日こんな感じに食事して1日家の中にこもっているので、怖くて体重計に乗れないなぁと思っていたんですが、ついにマークにも医者にも太ったと現実を述べられ、ちょっと最近へこんでいました。次はこのほうれん草を温めます。太ったと言われると一瞬傷つくんですけど、事実は事実なので、日々ランニングマシンで運動をしようと思います。今作っている料理は私からすると朝食のように感じてしまうのですが、ドイツ人にとってはこれもランチのカテゴリーになるそうです。我が家では土曜は起きるのがいつもより少し遅くなりがちなので、ブランチとしてこれを食べる機会が多いですね。そもそもこれは料理と呼んでいいのだろうかと思っちゃうんですけど、マークはこれはドイツの家庭でよく食べられる料理だと言っています。このほうれん草は日本では食べたことがない味ですかね。見た目そのままなクリーミーなほうれん草って感じの味です。こんな感じにじゃがいもに絡めて食べます。ということで土曜日の献立は Spiegelei und Kartoffeln in Spinat. この週もラスト。何も予定のない日曜なので少し時間のかかる料理にしました。今日はマークもいるので2人で一緒にローラーデンを作っていきたいと思います。このローラーデンという料理はレストランに置いてあることも多いですし、マークの認識では日曜日やクリスマスなどの特別な日に食べることが多い料理なんだそうです。もちろん平日に食べるのもおかしなことではないですが、作るのに時間がかかるので、マークの実家では日曜に出てくることが多かったようです。去年のクリスマスには私たちも義理のお兄さん特製のローラーデンを食べましたよ。肉に巻くための玉ねぎを焼きます。他の野菜はだしやソース作りに使います。玉ねぎは色が変わるまで炒めたら取り出して準備完了。そしてお肉の登場。ちょっと買いすぎましたね。いつもは3枚だけなのですが、裏から新しい肉の塊を出してもらったので、申し訳なくて多めに切ってもらったら思ったより重たくてびっくり。この肉はもうすでに結構薄く切られてるけど、もうちょっと薄くしたい。
だからこのハマを使ってもうちょっと薄くすると思って。普通はもう一個の道具があるけど、このハマしか持ってないからこのハマでやるしかない。お願いします。ここからどんどんお肉のアイロンがけをしていきます。ドイツにお住まいの方はもうご存知かと思いますが、ドイツでは日本で販売されているような薄く切られたお肉は店頭に陳列されていません。なのでお肉屋さんで薄さを伝えて購入することになるのですが、まあ不思議がられる、面倒くさがられるので、私たちはそれはせず、薄いお肉が欲しいときはこのようにハンマーで薄くしたり、ローラーデンのお肉を購入するようにしています。次はマスタードを使って肉にかける。ローラーデンのお肉はもともと焼肉などで食べるような肉の厚さとほとんど変わらないので便利ですよ。肉を切るマシンも買えますが、そんなに家で焼肉を食べないので、我が家はハンマーで十分ですかね。ここにベーコン、ピクルス、炒めた玉ねぎを乗せて巻いていきます。マークは、ドイツ料理だったら何の料理が一番好き？そうね、難しいかな。じゃあ日本料理だったら？日本料理だったら、とんかつかな。じゃあそれにシュニッツェルでいいじゃん。と思っちゃうけど、なんかシュニッツェルの問題は、レストランで頼むと、ソースなしで来る時も多いし、とんかつソースは結構美味しいから、ソースなしならちょっとがかりしちゃう。わかる。日本のソースは優秀だと思う、やっぱ。僕もそう思う。肉をくるくるっと巻いていきますが、マスタードをつけすぎましたね。ピクルスも2本で十分。で、最後にこのピンで肉を刺す。今回は5個作るので、最後の1個はマークさんが猛スピードで作ってくれました。マークは肉を巻くのが上手。じゃーん。ここにまたブラックペッパーと塩をかけて焼きます。裏側も。そこに野菜のブイヨン、カットした野菜を入れて、蓋をして2時間。仲良くクヌーデル作り。今回はマークのリクエストで大きめのサイズです。小さめでは1袋で25個分でしたが、大きめでは5個分。ロードコールも10分ほど温めます。本当はクヌーデルと同時に温めたかったのですが、忘れていました。マークは肉と一緒に煮込んだ野菜を使ってソース作り。ソースは思ったより薄いから、ちょっとこの粉を入れて、ちょっと硬くする。おそらくそもそも野菜を潰す際に水分をお玉ですくいすぎなのもありますが、毎回この粉は使っているので、どのみち粉は入れる必要がある気がしています。でもマスタードを今回は使いすぎたせいで、かなり黄色っぽくはなっていますね。作り始めるのが遅かったので、この日はランチ兼ディナーということで、キャンドルとビールも。結局この週は毎日じゃがいもでしたね。飽きるけど、そんな週もあるあるです。少しマスタードは塗りすぎましたが、とても柔らかくて美味しくできました。ということで、日曜日の献立はRouladen mit Knödeln und Rotkohl。
我が家の1週間のランチいかがでしたでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンやコメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。チュース。